今気になるあの人にとってのあなたの存在とはというものを3択タロットで占っていきたいと思います。まずですね、この名号対3枚のカードからピピッときたカードをお選びください。よろしいでしょうか。それではですね、まず名のカードからリーディングしていきたいと思います。お仕事関係、職場での方かもしれないね。あなたが思いを寄せていることにお相手様も気づいているよというメッセージが、降りてきてますね。Two of Cups。ラブが結構多いね。こっち大アルカナのラバースが来てる。シチュエーション的にはね、ちょっとやっぱり難しい恋なのかなっていう気はするよね。あなたが気持ちをね、こう、お相手様にこう向けてることを、お相手様も気づいてるよっていうのがね、すごく、メッセージとして伝わってきます。すっごいね、紆余曲折がある。いろんな配慮とか努力があるんだけど、いろいろ頑張るんだけど、すごく最後は、ナチュラルな感じで、苦労を見せないよっていうのがね、見えてるよね。職場とかね、ひょっとしたら既婚者同士のカップルかもしれないね。すごく制約があるよっていう、この制約の中だからこそ、ひょっとすれば少しヒートアップしてる部分もあるかもしれないね。孤独とか苦痛、こっちは正義とか法だよね。お相手様はね、やっぱりあなたのお気持ちをね、非常に受け取っているよっていうのがね、見えますね。ただ、あなたが送る念っていうのはお相手様に届いてるんだけど、お相手様は結構配慮されてる方だよっていうのが見えるよね。不用意に動いちゃ、自分たちが育めるはずの恋がね、ダメになっちゃうよっていうメッセージなのかな。すごく気を使って、あなたを見ている、あなたのことを見守っているよっていうメッセージがすごく強いかな。ちなみにこの名のカードをね、お選びになった方、非常に力強いカードだけれども、カルマオブ笠原、好奇心かな。いけない好奇心とかいけない原動力とか、どうだろうね。本当は向かってはいけないところ、道義上は向かってはいけないところに、だけれどもアドベンチャー、トライしていく、冒険していくっていうような力をすごく感じるね。カルマは業だけれども、同時に原動力でもあるからね、業を払いたいというような力かもしれないよね。ちょっとなんかいけないエネジーも少し感じます。ただ純粋なんだよね、行き着くところっていうのはね。メランコリー、メッセージャー、
エネミー敵だね。ドン。これは蝶々だけどね、ちょっと軽薄とかっていう意味になるのかな。不用意とかね。これは慰め。ドン。ミスフォーチューン。これはやっぱり難しい状況かもしれないね。だからこそね、あなたが気になるこのお相手様っていうのはね、あなたの気持ちはしっかりと感づいている。で、あなたに気持ちを、同等の念をあなたに送りたいんだけれども、送っちゃまずいというような状況下にいるっていうことだよね。不用意に動くと、やっぱりあなたたちの周りには敵がいる。手ぐすね引いて待ってます。こっちミスフォーチューンが出てるけれども、とんでもない大やけどをしてしまう。ひょっとすればあなた自身も分かってるからこそ、このがんじがらめのシチュエーションの中でこの気になるお相手様にこうラブ、愛を燃やしてるのかもしれないね。よりこう幻想ファンタジーが強まっていくっていうのを感じるよね。だからこそ最終的にね、これなんかもう戦車だからさ、バリバリ進む、ガツガツ進むなんだけど、最終的にはね、トゥーカプスっていう本当に淡い恋っていうか初歩的な、本当に純粋な恋なんだよっていうのが出てるよね。ただね、お相手様は相当気遣ってる。だから気になるあの人にとってのあなたの存在っていうのは、ここに隠れてるけどね、とても孤独に見えるっていうことかな。囚われの身の中ですごく孤独に見えるよ、がんじがらめに見えるよっていうのがある。やっぱりね、あなたをこう手ぐすね引いてね、こう足引っ張ってやろうっていう人がねいるっていうことに、この、お相手様は気づいてるんだよね。細心の注意を払ってお二人の縁を育むと、トゥーオブカプス、この恋、まだ純粋で初歩的な恋だけど、この淡い恋に到達することができるよっていうのが出ています。結構ガツガツ突っ込んでいく、進んでいく方なのかな。恐れ知らずなところがある方かな。暑い、暑いね。あなたがこう気になってる方って、あなたよりこう立場が上、ポジションが上っていうのもあるし、あと精神的にこう強い方かもしれないね。あなたを非常にこう引っ張っていくとか、もしくは置いていってしまうぐらいのエネジーを持っている方っていうのが出てるよね。あなたはすごく気になってるわけだけれども、ちょっとやっぱりヒヤヒヤする、不安になるっていうのが、メッセージとして届くかな。ただね、このね、お相手様もそんなあなたの繊細さに気づいてらっしゃいますよね。
すごく激しい方なんだけれど、やっぱりしっかり傷ついた時にやっぱり気づきをちゃんと得てる方、基本非常に勇敢で強い方なんだけれども、ただやっぱ経験を重ねていくごとにどんどん愛が深まっていってるっていうのが見えるんだよね。でその流れっていうのをあなたが察知していて、まだまだ今のままだとちょっと置いてきぼりを食ってしまうというような、意識なんだけど、ただなんか、ただその変わってくれるんじゃないかなっていう思いを寄せているというのが、読み取れますね。でお相手様もそのあなたの、微々たる変化にまだ薄いけれどもなんとなくなんとなくだけどなんか触れることはできるっていうメッセージが届くね。この5のカードをお選びになった方なんですが、エプシリオンモデュレーションかな、変調とか本当にわずかな、こう変調かな、こう周波数を合わせるとか、すごく微々たる、繊細なこう波長を合わせるとかかな、パルスとか、なんかこう波動のなんか調整みたいな、あなたはこういう繊細さ持ってるんだけど、お相手様はなかなか表向きやね。お相手様の中にもこの感触っていうのはあるんだろうけれども、非常に強く激しい方だから、それがなかなかちょっと歯がゆいのかなっていう感じがするね。とてもいいの来たね、カップルデュオユニオン。しかし他言無用、沈黙といったところか。あなたが持っているその繊細な気持ちの移ろいグラデーション、エンパス的なさ、あなたがこう感じ取れるその波長、微々たるこう波長みたいなものを感じ取れるその気質みたいなものをお相手様、非常に強く激しい方だけど持ってるよっていうのが、見える。でそこのその本当の根底の部分、ひょっとすればその過去勢とかの部分では非常に深い縁でこうお二人はつながっている、こうカップルフュージョンするよっていう、フュージョンしてるんだよっていうのが見える。ただそれを言わないでくれよっていうような、ひょっとしたらお相手様は気恥ずかしさを持ってるかもしれないよね。ホープ、ジョイフル、オールドウーマンか、賢者、ウェディング、結婚、敵が来たね。そしてドン。おー、スイートだ。いやしかしいいのが来たね。このね、お相手様は絶望してるっていう、メッセージかな。家庭を求めてるだね。ひょっとすれば非常に激しい方、ちょっと暴れん坊な方なんだけど、だけどもちょっとマザーコンプレックスというか、本当はこう母性の、恩恵にあやかりたいってすごく思ってる方、女性の強さみたいなものをすごく分かってる方だよっていうのが伝わってくるね。だからそれをなんか見せるのが恥ずかしい方なのかな。あなたと過去勢でつながってるようなね、そういう深い縁みたいなものをあなた、お相手様はね感じてらっしゃいます。ただそれをまだ見せることはできないっていう力がすごく強く出てる。
まだまだ、この方はお相手様はね、まだこう脱皮をしなきゃいけないっていうのが見える。今気になるあの人にとってのあなたの存在っていうのは、このあなた以上にね、あなたのことを気にしている切実なホープ、希望となっていると。自分の人生行く末のそのどこに向かうべきなのか、その次元上昇してね、次のステージに上がるためにはどうすればいいのか、どこに向かえばいいのかっていうその希望そのものだよっていうのが出てるね。だから今ね、本当なんか自分が置いてかれそうっていうぐらい、このお相手様はさ、ガンガン行く方かもしれないけど、お二人の仲が成就するとね、コロッと甘えん坊になっちゃうタイプかもしれませんね。激しいね、根底から。最後はページのペンタクル。これはだけどやっぱり覚悟の愛っていうエネジーが強いかな。やっぱりなんか過去勢前世でのつながりをものすごく強く感じるよね。ある程度姑息に、もしくは大胆にと言った方がいいかもしれないな。そうであってもっていう、力がすごく働いてる。ただ今現時点では、まだ価値に気づいてないよっていう感じかな。少しのんびりしてるっていうのが見えてます。タイのカードをお選びになった方は、これは何ていうのかな、Beatitude of Scared Rapture、 もう極上の神聖な喜び、至福とかっていう、こんなに激しく求め合ったら本当は安泰で、早くこうねバーンアウトしちゃうんじゃないかって思うけど、すごく神聖なエネジーで結びつき合ってて、なかなか、離れられない。だから悪く言えばその安泰腐れ縁のような間柄なのかなという気はしますよね。当然のごとくやっぱり気になると思います。これは笑顔とか喜びじゃないかな。何か太陽を感じさせる。そしてサプライズ、プレゼントか、喜び、贈り物とか施しとかだよね。なんか贈り物だけどなんかディープな絵だよね。ハートがちょっとね、この茨でこうね締め付けられてちょっと出血してるぐらいの。ただ当の本人はまだ気づいてないんだよね、このお二人の業の深さっていうのをね。あなたは気づいてるかな。ただ
お相手様はねまだ気づいてないよっていう感じかな。ちょっとのんびりしてる人だよね。ただ一回火がついちゃうと多分この状態に入っていくのかな。まだお相手様はこう経験が少ない方で、異性としての相手もそうなんだろうけれども、自分自身も異性として問われてくる自分自身っていうのがまだ確立できてない方かもしれないよね。すごくこうのんびりと、朗らかな、機運の中に今はおられるよっていうのが見える。ウェディング、ハウス、そしてまたオールドマン。ちょっとマザコンなのかと。いやしかしいいのが来たけど、こっちはソルジャー、ジョイフル、プリースとか。過去世での争いを、業の深さをちゃんと抑え込んで、あなたと今世で成就する間柄ってことかな。どちらかというとあなたがリードして、このお相手様との、愛の成就をこうリードすることができるよっていう、メッセージだね。何世にもわたって過去で結びついてると。で今世で、何度目の正直じゃないけど今世でうまくやるっていうような、機運かな。でまだこのあなたとの業の深さにお相手様はまだ今現時点で気づいてないっていうのが出てるね。ひょっとすれば気づかないままにあなたがリードして、オールドウーマンって出てるけどね、賢者、頭のいい、女性、経験豊かな女性っていうのが出てるけども、こっちは教育とか布教する方だね、プリースト、宣教師とかなんか、あなたがしっかりとこのお相手様を教育して、導いてあげることで過去の因縁っていうものを今世でこう生産することができるよっていう。この選んだカード、最初のねカードを見ると、ソウルメイトの中でもひょっとすればツインレイと言えるような相手かもしれないよね。お二人が愛し合う時、クンダリーニが上昇するというレベルの熱さ。ただお相手様はまだ気づいてない、そのことにね。今気になるあの人にとってのあなたの存在とは、まだお相手様はのほほんとしています。のほほんとしたムードの中にいて、あなたを良き人と捉えてるでしょう。過去何世にもわたって、こう一悶着ね、二悶着あったことにまだお相手様は、気づいていません。覚醒前です。いかがでしたでしょうか。リーディングの中からね、自分に当てはまるところ、をピックアップして、エネジーを吸収できるところをどんどん取っていってほしいなと思います。いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。レイキータロットレイキーでした。それではまた、バイバイ。